これが途中経過です。皆さんはこのキウイ、何色だと思いますか？緑でしょと思われるでしょうか？でも実はこんな色です。なぜこの色が緑に見えるのでしょうか？それは脳が色を自動補正しているからです。どういうことでしょうか？絵ができていく様子とともに詳しく説明します。そもそもなぜ色が見えているのでしょうか？空は青いし、イチゴは赤い、葉っぱは緑です。当たり前すぎて考えたこともないですよね。実はすべての物体には色というものがありません。光の反射が目に入り、色を見せているのです。科学的なことはよくわかりませんが、シンプルに説明します。光は約7色で構成されています。虹と思ってもらっていいと思います。光を受けた物体の表面は、その7色を吸収したり弾いたりします。例えばイチゴは6色は吸収するが、赤い光だけは弾きます。すると、弾かれた赤い光が目の神経を刺激して赤く見えます。葉っぱは緑色の光のみ弾くので、目に緑色に映ります。世の中のすべての色は、こうして人の目に映し出されます。これは人間の目の話なので、人は基本的に皆同じ色を見ています。他の生物の目は必ずしも人間と同じではありません。猫は色を識別するのが難しいと言われ、鳥や昆虫は色を感じる能力が人間よりも優れているそうです。背景が終わり、下塗りをしています。実は全体の色のトーンを決めるこの下塗りが今回の絵で一番難しいところです。この時、私の脳内では戦いが繰り広げられています。とても苦戦しているわけですが、その理由は後ほど説明します。冒頭でお伝えした脳による色の自動補正について説明します。この写真のシャツは白ですね。でも実際はこんな色で白ではない。本当の白でなくとも周囲の状況から察して白と思っています。このキウイも全然緑じゃないけど緑に見えています。こうして脳は周囲の状況と経験値から割り出して色を決めています。これが色の自動補正です。物体から跳ね返された色をそのまま受け取るのではなく、脳が変換しているのです。先ほど今回の絵は下塗りが一番難しいと言いました。その理由がまさに色の自動補正機能です。リアルな絵を描くということは、実物や写真を忠実に再現するということです。そこに映し出されている色を正確に再現しなくてはなりません。そのために色の自動補正機能を強制的にオフにする必要があります。それが大変なのです。脳がキウイは緑ですよ、このお皿は白ですよと盛んに話しかけるのを無視して色を選んでいく。脳内でずっと戦っているようなものです。その戦いに打ち勝って下塗りを仕上げたので、この書き込み作業はとても楽です。作業は細かくて時間がかかりますが、下塗りという屋台骨がしっかりしているので安心して進めています。ということで、絵ができました。色の自動補正機能をオフにして描いたので、リアルに描けたと思います。ではなぜ脳は色を補正したりするのでしょうか？それをまた別の機会にお話ししようと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。皆さんからのコメントを楽しみにしています。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。